見て。あ、食った。なんか食った。車中泊旅の楽しみですね。寒い。今日は海も穏やかそうだし、車で走ってたらなんか水深がありそうでいい感じの磯を見つけたんで、エギングを、アオリイカを狙ってエギングをやってみようかなと思います。あっちまで出れるかと思ったけど、ここはあれか、溝になってて分断されてて出れないんだ。ここまでが限界ってことか。まあここワンドになっててそこそこ水深はありそうだからいないこともないと思うけど、できたらこの外の湾の中じゃなくて外も狙いたいな。まあとりあえずここでやってみるか。よし、じゃあ早速やっていこう。ちょっと小さめのエギで、でも3号だから秋のアオリイカにしてはそんなに小さくはないか。ちょうどいいサイズかな。じゃあまずはエギを一回沈めてしゃくって、でイカはこのふわっとエギが沈んでる時に抱いてくるので、糸をちょっとこう張り気味にしてテンションをかけて沈めてあげる。今は10月下旬で秋田県の気温はもうだいぶ寒くなってきてるんですけれど、アオリイカって夏に生まれて、で秋になるとそのエギで釣れるぐらいの大きさに成長して、でその新子って言われる生まれたばっかりの元気なイカがですねたくさん釣れるのが秋なんですけれども、そのイカたちもですねこう水温が下がってきて冬になると深いところにこう落ちていってしまうんですよ。で陸から釣れなくなるっていう感じだと思うんですけど、秋田のアオリイカはいつまで釣れるんだろうな。前回の動画でサーフィッシングやった時は水温が23度ぐらいあったし、でまだそんなに日に経ってるわけじゃないから大して水温下がってないと思うんですよね。で20度ぐらい、水温20度ぐらいあればアオリイカは全然釣れると思うからまだ大丈夫なはず。いませんね。エギを沖からこう引っ張ってくるとイカがついてきたりして見えることがあるのが秋のイカ釣りなんですけれど、見えませんね。あとこういうそのワンドの中とかってイカがちっちゃいうちはやっぱ外敵捕食者が多いのでそういうところに逃げ込んでたりするんですけど、ある程度大きくなってくるとその敵が少なくなってくるんで、より多くの餌を求めてなんか外の外洋に面したところとかに出てっちゃうんじゃないかな。ちょっと移動してみますか。こっちは行けるじゃん。あそこの先端なんか良さそうだな。ちょっとやってみようかな。ここはなかなか良さそうですね。ここだったら沖からこう回遊してくるアオリイカなんかも狙えるんじゃないかな。行ってこい。じゃあまずはカウントして深さを測ります。19、20、21、22、23、23秒で
着底ですね。こう張ってた糸がふわってこうたるんだら着底の合図です。それで大体の深さを把握する。なんでやっぱアオリイカって居つく時は磯についたりとか、沈んでるこう磯についたりとか、海藻が生えてるとかについたりするから、基本はそこの方を狙ってあげる。で釣りをしてみて、その海藻がいっぱい生えててエギに引っかかるとか、根がかりが多いとかっていうことが分かった時には、例えば25秒で着底するならば23秒とか22秒とかでこうしゃくり始めてあげるっていうふうに僕はやってます。そのためにこう深さを把握しているといいますか。あ、なんかイワシっぽいのがいるな。小さいけど、これ見えるかな。ここにすごい小魚の群れがなんかいますね。これなんだろう、イワシではないのかな。アジでもなさそうだけど、アジがいるのがね分かったら、アオリイカ結構熱いんだけどな。だからサビキ釣りをしている方とかがね、アジ釣られてたら結構熱いんですよ。秋の日本海側ってアオリイカが割と簡単に釣れるイメージだったんだけど、そう簡単にはいかないですね。今日はのんびりやりましょう。なんか海に降りられそうな場所を見つけたんですけど、見てください、この大自然。秋田県はですね、クマの出没がすごくて、ちょっとクマが怖いですね、ここも。ただこうやって駐車場に車止まってるし大丈夫だと思うんですけど、一応人の存在をこう知らせておきましょうか。で、クマスプレーと、もしもの時の魚締める大きいナイフ、これを持っていこう。でナイフもクマスプレーもすぐ抜けるところに装備しておきましょうか。なかなか冒険感がありますね。でも上に車止まってたし、結構人は入ってるっぽい。念のためクマスプレーは手に持っておきます。海に降りられました。なんか道が結構しっかりついてたから簡単に降りると思ったけど、結構なね高低差を降りてきたんで疲れましたね。よし、やってみましょう。おお、いいんじゃないですか。真下から割と水深もありそうだし、周りがこうちょっと岩に囲まれてる感じになってるけれど、外洋にもうかなりの外洋に面してるところだから、秋の小さめのイカはこういう中の方が居心地がいいかもしれないですからね。ここでやってみましょう。21、22、23、23かな。水深あるんだよな、ここで。さっきのところより水がすごいクリア。いると思うけどな、ここは。いやー、それにしてもここすごい景色だな。反応がないので、ちょっとエギの色を赤テープの赤系でやってみようかな。なんか糸たるむのが早い気がする。よし、やっぱほら、違うじゃん。根がかりじゃん。危ない危ない。回収できた。
意外と釣れない。どんどん移動してイカがいるところを探っていきましょう。イカは割と簡単に釣れると思ってたのにな。難しいじゃないか。しゃくり方を変えてみる。いろいろ試すしかないな。イカがいると思ってやろう。いやー、いないはずないんだよな、こんなとこに。だから多分時間じゃないんでしょうね。夕方とか夜とかにやったらいいんだろうな。わあ、すごい岩。いい景色だな、ここも。なんかね、この辺に秘湯みたいな温泉があるというのを見てやってきたんですが、どこなんでしょうね。ここまあまあ険しい崖みたいなところを降りてくるんだけど、こんなところに温泉入りに来る人いんのかな。はあ、あれか、あれだよ多分。なんかこんなところに大室に人工物っぽいものがある。あ、ほらそうだよ。なんか、あ、確かにグツグツ湧いてる。どれどれ、湯加減を確かめてみます。冷たい、冷たい。これは温泉って言っていいのか。全然暖かくはないな。向こうはどうだろう。こっちも同じ。あ、こっちはあったかいわ。ほんのりあったかい。ほんのりってか結構あったかいな。40度ぐらいあるんじゃないかな。なんかで水がとろっとしてる感じがします。ただここに浸かるのはどうなんだろうなという気はします。温まるかもしれないけれど体がきれいにはならないだろうな。でもすごいあったかい、人って感じ。だって目の前の景色これですよ。ほら。でもせっかくなんで足湯として入らせてもらおうかな。あ、いい湯加減、あったかい。いいなこれは。なんたってすごいこれ景色ですからね。うん、水深は膝下ぐらいで、そこはこんな石が敷き詰められてる感じで、その上にびっしり苔が生えててヌルヌルしてる感じですね。すごいな。でも温泉でも苔って繁殖できるんだ。しかしこんなとこ温泉入りに来る人いんのか本当に。これ他に道あんのかな。僕はここしか見つけられなかったんだけど、険しすぎだろ。だってあれですよ、これ登るんですよ。なんか登った運動量でかく熱量の方が温泉より温まりそうな気がする。よいしょ。だってさっきの温泉こっからこう下に降りてであの辺ですからね。めちゃくちゃ遠い温泉。ここ夜来てみたい気もするけど、ちょっと夜来るのは危ないな。別の場所を探そう。うおー、私に勝てると思っているのか。これもし駐車場に人いたらすげえ変な人じゃん俺。まだ多分海に誰かいて草。さあどうしましょうかね。これは昼食代わりのみかんです。この間ね、秋田のなんか温泉施設みたいなところ行って、そこの休憩所でね動画編集ちょっとしてたんですよ。でその時になんかおばあさんが話しかけてきて、なんか古いのって何でしたっけって言われたんですよ。
で僕最初この人何言ってんだろうと思って聞いてたら、なんかほらあそこの古いタンスとかああいうのなんて言うんでしたっけって言われて、でなんか言葉を知りたいのかなと思って、アンティークですかって言ったら、はあそれそれって言われて、でお礼にこのみかんもらいましたいただきます。なんか酸っぱめのみかんですね。うちの母親が好きなやつ。夜にアオリイカを狙おうと思って磯に来たんですけど、ここのね潮だまりが結構面白い。なんかね生き物いっぱいいるんですよ。ほらこれなんだろう、メジナの子供かな。なんかね生き物がいっぱいいるんですよ。こういうのちょっとテンション上がりますよね。ほらなんかハゼっぽい魚、あとカニいる。カニほら、なんかいろいろいて面白いんだよなここ。これ何ガニだろう。なんかワタリガニ系のカニなんじゃないかなこれ。ほら多分これワタリガニ系のカニですね。動きが速い。この後ろ足にフィンがついてて泳ぐこともできるんですよ。このハゼみたいな魚がいっぱいいて、あとねやたらとほら小さいエビがいっぱいいるんですよ。スジエビみたいなやつが。なんか生き物豊富ですねここ。あ、これは毎度おなじみのイソガニちゃんですね。でっかいカニいる。ほらまたこれワタリガニだ。ほらフィンがここにほらフィンがついてるんですよ。これはでかいな。見て、タコいるんだけど、すっげえ。こんなのいるの。でもここって海とつながってるとかいうわけじゃないんだけどな。なんでこんなとこにいるんだろう。なんか防御態勢に入ってますね。カニとかいっぱいいるからあれなんかな、そういうの食べにやってくんのかな。なんか砂に潜ろうとしてる。隠れようとしてんのかな。ちょっとかわいいな。タコって取っていいのかな。秋田県は割とねタコって取っちゃいけない地域が多いので、どうなんだろうな。まあ触らぬ神にたたりなしということでやめておきますか。なんかちょっと可愛くなってきましたしね。本日は何の成果も得られませんでした。でも人はねそれでも腹が減るんです。ということで晩ご飯にします。この辺夜遅くはコンビニぐらいしか買い物するところがなくて、なんでね今日の晩ご飯はコンビニのおにぎりと惣菜を買ってきました。だが今日の私にはこれがあります。これはですね、前回の動画で釣ったマゴチのヒレです。これをねボンネットとかで干してね乾燥させておきました。今日はこれでねヒレ酒作って一杯やろうと思いますそういえばこの毛布が惣菜ってなんやねんって思われた方いらっしゃると思うんですけど、これはですねコンビニでおにぎりとかを電子レンジでチンするじゃないですか。でそれをですね保温するためにこうやって毛布でくるんであるんですよ。こうやっておくとね結構ねそうだな1時間ぐらいはね割とねあったかさを保てるんですよ。それではヒレを炙っていこうじゃありませんか。日本酒を注ぎまして、お酒を温めながらヒレは遠火で炙る。
これとね、何を買ってきたかと言いますと、ローソンで買ってきたホッケの塩焼きと、あと焼きおにぎり。これもね、温めていこうと思います。いや、こんなん最高でしょ。コンビニ飯でもこうやると豪華に見えるもんでしょう。ヒレ酒がいいですよね。ヒレ酒はこっちに移しましょう。ほんのり色づいてる。いい感じです。はい、では本日の簡単晩酌セットいただきます。まあ今日は魚釣れませんでしたけど、たまにはね、こういう車中泊の楽しみ方もいいんじゃないでしょうか。じゃあヒレ酒からいただきます。香ばしい。美味しいなこれ。今回ね、これヒレ何にも塩もみとか何にもしなくて、もうただ切って干しただけなんですけど、いい香りしますね。うまい。いや、これは絶対うまいでしょ。いただきます。うまい。まあこれもまた車中泊旅の楽しみですね。これホッケとヒレ酒、最高に贅沢ですね。締めは焼きおにぎり。うまい。これ鮭入りだ。いかん。これまた飲みすぎる。明日も釣りするんだからほどほどにしとかないと。ここでやってみようかな。ここでやってみよう。よいしょ。寒い。今日めっちゃくちゃ寒いですね。こんなにね頑張ってるのには理由がありまして、実は父親の誕生日なんですよ、10月は。でアオリイカが大好きなんで、アオリイカを釣って送ってあげたいなと思ってるんですが、なかなか厳しい。なんか今まで深いところばっか攻めてたんだけど、今度は逆にすごい浅そうなところやってみようかな。この辺一帯多分浅いんですけど、まあどうせ釣れないんだからちょっと冒険しようかな。うわー、ここすごい光景だな。なんか何年か前に行った北海道を思い出すな。北海道のしかもオホーツクの方というか、あっちの方の景色を思い出すな。はあ、ここは浅そうだけどいいかもしれないな。夜とか夕方来たらいいだろうな、ここ。ルアー投げてみようかな。浅いところに何かいるか分かんないけど、浅いところも引きやすい新編でやってみよう。僕がエギングの時に割と強めのセッティングにしてるのは、こう魚がいた時に魚も釣りたいからっていうのもあるんですよ。
お、イカが追ってきた。今イカいるじゃん。ルアーにイカ追ってきたんだけど。ちょっと待って。今このルアーにイカ追ってきたんだけど、ただ巻きとかの方がいいのかな。なんかこうただ巻き系で釣れるエギ、これとかどう？このジョイントのやつちょっとやってみよう。今ね、その手前の岩のとこからイカ出てきたんですよね。これで釣れないかな。なんか魚食べてるんだろうな、イカ。エギには反応してこないんだな。エギには反応してこない。ちょっともっぺんルアー投げてみますね。でもな、この普通の魚釣り用の針だとイカはかかんないんだよな。ほら、やっぱ追ってくる。このルアーすげえ反応するんだけど、なんで？このルアーイカがすごい反応してくるんだけど、色がいいのかな。なんでここなんか沖にすごい鳥集まってきたな。これ多分なんか小魚いるんだな、沖に。よし、ちょっとルアー投げる。ルアー投げるよ。ドラグは緩めてはいけないので、ドラグは締めて、かかったら一気に寄せるつもりで。物は試しなんだよな。やってみないとわからないからな。こんなところ普段絶対やらないけど、魚いる気がしないからやらないけど、やってみなきゃわかんないからな。お、食った。なんか食った今。なんか食った。なんか魚いるじゃん。何がいいんだろう。こんな浅いとこになんかいるんだな。今なんか食ったな。なんか絶対食ったよな今。やっぱなんかいるんだよここ。ちょっと GoPro の画角を広角に戻すのを忘れてて、なんか一瞬映像が良くなかったけど、気を取り直していこう。やっぱね、釣り動画はこのリールまで映ってないと嫌ですよね。理想はリールから竿先まで映ってないと、やっぱ何やってるかわからないから分かりにくいですよね。浅いけどな、ここもすごい遠浅だけど、普段なら絶対ルアー投げてみようと思わないような場所。でもやっぱ沖の鳥が気になるんだよな。食った。なんか食った。なんか食ったよ。よっしゃ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 。いや、強い。なんやろ。よし。よし、絶対取る。絶対取るぞ。よし、浮かせろ。そこそこ強めのセッティングからいけるはず。よっしゃ、やっぱりなんかいた。
絶対取る絶対取る。あ、スタックした。まずい。よし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 、出た出た。タイだ。タイなんだけど。嘘嘘嘘嘘。タイなんだけど。マダイなんだけど。マダイいたんだけど。マジで。やった。見て見て、ほらマダイ。やった。マジで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 。おっしゃ、取った取ったよ。やった。ちょっと待って、まだ安心できない。よし、取った。よっしゃ、おっしゃ、来たよ。やった。見て、マダイですよ。すげえ。夢のショアレットってやつ。しかも真っ昼間に釣れた。結構サイズも大きい。40センチぐらいあるかな。やった。しかもこれヘディングタックルでいやー、頑張った。やっぱこのルアーね、水が綺麗で水がクリアで、その日中晴れの日とかに使いたいなと思って作ってもらった色なんですけど、なんかドンピシャで効きましたね。やったー。これは嬉しい。見て、ほら、やったー。めっちゃ綺麗。これは嬉しい。うわ、すげえ、これ針も上がってる。そうなんですよね。マダイってね、噛む力がほんとすごい強いから、ルアーを破壊されたりとか、この針曲げられたりするんですよね。このサイズでもそれか。ブレイザイさんのルアーってね、なんかそういうのも取れるように、結構頑丈にね、針も大きいのをつけれるように作られてるのが僕は好きなんですよね。よし、じゃあありがたくいただきます。まずは脳締め。脳締めはここの頂点でよかったかな。よし、 OK。 よし、ここの線のね、この上をグリッとこうやる。よし、 OK。 で、このエラのところから背骨側に刃を向けてピッと刃を入れる。そしてあとは水の中でバシャバシャする。マダイは嬉しすぎる。よしよし、ミッション完了。さあ、釣りばっかりもしてられないので動画編集も進めようと思います。今のね、僕の動画のその長さとかクオリティで動画編集をしようと思ったら、そうだな、1日8時間とかやって、まあ2日、早くて2日でかかって3日とか4日とかかかるんですけど、まあそんな感じでやってるんで、釣りばっかりできていいなって思われるかもしれないんですけど、まあ1週間あったら2日間で釣りをして、で残りずっと編集みたいな、なんかね、そんな感じの生活サイクルなんですよ。だからね、まあ動画のクオリティにこだわりすぎてるっていうのもあるんですけれど、最近ね、ちょっと投稿頻度が前よりも落ちてしまってるのは、まあそういう理由も実はあったりします。まあ、多くの場合は単純に魚が釣れないっていうことの方が多いんですけどね。じゃあ釣ってきたマダイさばいていこうと思います。いつもはね、寝かせて食べることが多いんですけど、今回はね、寝かさずに新鮮な状態で食べてみようと思います。僕はね、寝かせてこうしっとりねっとりした魚も好きだし、このプリプリの新鮮なプリプリの身を味わうのもどっちもね、良さがあると思ってます。さあ、このマダイは一体何を食べてるんでしょうか。お、これ内臓脂肪じゃないですか。すごい。これは美味しい個体かもしれない。
マダイの胃の中から出てきたものを見てちょっと驚いたんですけど、見てください。まさかのヒトデが入ってました。こっちもね、多分ヒトデの足というか端っこですね。でこれは多分なんか小魚だと思うんですけど、消化されちゃってて、なんか魚種はわからないですね。これ何なんですかね。よっぽど食べるものがないんですかね。それともマダイってこうヒトデとか好きなんですかね。なんか小魚いっぱいいるから小魚食べればいいと思うんだけど、こういうのをマダイって食べるんですね。アラはあら汁かなんかにして食べるんで取っときます。はい、さばいた身はこんな感じ。身の部分とアラの部分とですね。で今からこれを食べようかな。であとはね取っておきましょう。まあ味を見るのにはお刺身が一番いいでしょう。皮の裏側はこんな感じ。なんかね脂を感じますよ。これはうまそう。で皮もね後で食べるんで取っときます。はい、できました。即席マダイのお刺身。それではいただきます。なかなかこれはうまいですね。プリプリ、程よくこの皮の裏に脂があって、醤油に脂がふわっと浮いてうまいです。もうあっという間に最後の一切れになってしまいました。うまかった。ごちそうさまでした。このお刺身全部食べたいところだけど、これは昆布締めにします。日本酒を湿らせたペーパーで昆布を拭いて湿らせて、そしたら身を昆布で挟む。じゃあこの状態でラップにくるんで、クーラーの中で寝かします。いやーこれはうまいだろうな。食べるの楽しみだな。さて地元のスーパーで買い出しといきますか。なんかこのスーパー好きなんですよね。いい雰囲気でいいものも置いてるし。よし、そしたらマダイで晩ご飯作っていきましょうか。今回メイン料理で使っていくのはこちらのアラでございます。綺麗ですね。いい魚の透き通った目をしてますね。こちらはカマの肉ですね。綺麗な肉ですね。結構ね食べるところ多いんですよ。ただ今回ヒレはね使わないので、ヒレはハサミでカットしてしまいます。マダイのヒレ酒ってどうなんだろうな。作ってみたらうまいかな。ちょっとやってみようかな。尾びれでっかいですね。尾びれも調理の邪魔になるんでカットしておきましょう。モンハンだったらこの分厚い尾びれは防具になるんでしょうか、それとも武器になるんでしょうか。さてこのアラたちですが、今から炙っていきます。カマの肉は軽く塩を振って塩焼きにします。はい、では弱火で。マダイの歯は陸からの釣りで馴染みのあるコロダイと違って
いかつい歯をしてますね。ほら、噛まれたらめちゃくちゃ痛そう。このカマの肉はしっかり焼いておきます。で、他の部位は表面だけ軽く焼くっていう感じです。そしたら鍋でお湯を沸かして、ここに鯛のアラを入れていく。そしたら丁寧にアクを取りながらじっくり煮込んで出汁を取っていきます。この中でやるのはどうかと思ったんですが、やっちゃいましょう。これ皮ですね。皮の湯引きをここで作ります。さっと茹でましたら、皮は冷まして細かく刻んで、ネギとポン酢をかけてネギポン和え、そして作っておいた昆布締め。ほんのり色がついていい感じ。はい、本日の晩酌セット完成です。マダイのお刺身昆布締め食べ比べセット、そしてマダイの皮の湯引きネギポン和え、そしてマダイの皮の塩焼き。いただきます。じゃあまずはお刺身からですかね。うまいんだよなこのマダイ。間違いない。これはうまい。ほんとこのマダイはね、すごく上質、程よく脂乗ってて、噛めば噛むほどうまいというか、いやたまらんね。次は昆布締めいただいてみます。これまたいい色だな。昆布のなんか程よい塩気と、こう昆布の香りが鼻の奥から抜けてって、うまいな。飲もう。よし飲もう。前回秋田の T さんからいただいたデザート純銀、こちらの日本酒いただきます。乾杯。この甘口の日本酒好きなんだよな。もう見てくださいよ、この完璧な日本酒に合う晩酌セット。これお店で食べたらいくらするんだろうな。すげえ豪華だよな。じゃあ2杯目ついだところで、次はこの皮の湯引きネギポン和え行ってみましょうか。マダイは皮間違いなくうまいでしょう。食感がいいですね。なんかプリプリした食感。この皮の裏のところにすごいね、旨味があるんですよね。そしてこれも日本酒が合うはずです。間違いない。間違いないな。そしてこのお酒本当に甘さと酸味のバランスが良くて、すごい飲みやすい。なんかね、ネットで調べてたらデザートワインみたいな感覚の日本酒ですって書いてあったんですけど、まさにその通り。本当にね、なんだろうな、
とにかく飲みやすいんですよとにかく飲みやすい。これは本当に美味しい。ではお次は釜の塩焼きいただきましょう。これは間違いなく美味しい。焼いてる時は油下ってましたからね。いただきます。生臭いわけでもなく、すごいなんか旨味がある。塩加減もいい感じだ。これちょっと箸でちまちま食べるのあれなんで、かぶりつきたいと思います。なんかこうやってね、たまに野生的に骨のついた肉をね食べたくなるんですよね。見て、これ肉がたっぷり。美味しいわ。これめちゃくちゃうまいな。いやー、素晴らしきかな。日本海の魚、日本海秋田の日本酒。このマダイの料理に関してはなんか優劣つけがたいですね。どれも美味しい。でもどうだろうな、釜焼きが一番なんか全部食べちゃってるし、一番美味しかったかな。はい、ごちそうさまでした。はい、では調理に戻ります。ネギの青いところで、生姜、それとニンニク、そしたら全部鍋に投入する。じゃあ30分以上煮込む。はい、じゃあ30分ぐらい経ったら火を止めて乾燥昆布を入れます。別の鍋でじゃあ麺を茹でます。地産地消で東北を元気にっていうのがいいですよね。秋田県で作られてる麺みたいですね。じゃあ茹でます。じゃあ麺が茹で上がったら麺を揚げて、でこのスープはね、味付けは塩のみ。ちょっとずつ味見しながらね、塩を加えて味を整えていきましょう。そしたらスープをこしながら注ぐ。トッピングはチャーシュー、煮卵、刻みネギにマダイの釜焼きで海苔だな。はい、完成しました。鯛だしラーメン。いや、これは贅沢だ。まずはスープから。うまいな。これすごいいい出汁が出てる。全然ね、臭みとかはない。しかも今回はね、焦がさないように、なるべく焦がさないように注意して炙ったんで、その焦げ臭さというか苦味みたいなのもないですね。これはいい出汁だわ。じゃあ麺もすすってみましょうか。これはまたもうとんでもないものを作ってしまったかもしれない。これまたね、ネギ薬味と合うんだ。これが、これ煮卵もうまいな。これ飲んだ後の一杯最高すぎる。
で最後は残った釜をちまちまといただくと、この釜もうまいんだ本当に。美味しかった。マダイ釣れてくれてありがとう。ごちそうさまでした。すげえ美味しかったけど、ラーメンのスープを車の中で作ると車の中すっごい臭い。さあ片付けよう。